大和武。第12代慶光天皇は妻と子供がたくさんいました。ある日、息子の一人、大臼に言いました。美濃の国に美しい姉妹がいると聞きました。私の新しい妻にしたいですから、連れてきなさい。大臼は美濃の国へ行って、美しい姉妹に会いました。しかし大臼は自分が姉妹と結婚して、別の姉妹を天皇のところへ連れて行きました。天皇はすぐ気がついて、息子を叱りたかったですが、大臼は仕事も休んで、全然天皇に会いに来ません。天皇は大臼の弟、大臼に言いました。大臼、お前が兄を教え諭しなさい。わかりました。大臼はまだ若かったですが、とても強くて美しい少年でした。それから5日経ちました。誰も大臼を見ませんでした。天皇は弟、大臼に聞きました。大臼はどこですか？ちゃんと教え諭しましたか？大臼は答えました。はい、言われた通り教え諭しました。どうやって？兄を待ち伏せして、手足を引きちぎって殺しました。天皇は驚きました。そして、大臼が怖くなりました。それで、大臼を都から追い出すことにしました。大臼、西に熊曽武という兄弟がいます。私たちに従わない者たちです。倒しに行きなさい。大臼は、父が自分を認めてくれたと思って、嬉しくなりました。それで、叔母、大和姫に餞別をもらって、剣を持って、西へ行きました。大臼は、九州まで行って、熊曽武兄弟を見つけました。兄弟は屋敷にみんなを集めて、お酒を飲んでいました。どうやったら撃つことができますか？大臼が大和姫の餞別を開けてみると、女の服でした。その服を着ると、大臼はとても美しい少女の姿になりました。熊曽兄弟は大臼を見てすっかり気に入りました。それで大臼の手を引いて自分たちの間に座らせました。みんな気分が良くなってたくさんお酒を飲みました。熊曽兄弟がすっかり酔ったとき、大臼は熊曽兄の襟をつかんで胸に剣を突き刺しました。熊曽弟は驚いて逃げました。大臼はすぐ追いかけて、弟の背中にも剣を突き刺しました。お前は誰だ？大和の巫女、大臼だ。お前たちが大和に従わないから、天皇は私に、お前たちを撃てと命じた。そうか。九州には私たちより強い者はいない。しかし、大和にはお前がいる。お前はこれから、タケルを名乗りなさい。お前は今日から、大和タケルだ。大臼は、熊曽弟にとどめを刺しました。この時から、大臼は、
大和武になりました。大和武は天皇のところへ帰りました。言われた通り、熊曽武兄弟を倒しましたから、お父さんは褒めてくれると思いました。しかし、天皇はもっと息子が怖くなりました。おうす、東の国にも大和に従わない者たちがいる。すぐ倒しに行きなさい。この時、叔母、大和姫は伊勢の神宮にいました。大和武は東の国へ行く途中、伊勢へ立ち寄って、叔母に言いました。父さんは、どうして私をすぐまた遠くへ追いやるのでしょうか。軍隊もつけないで、東の国々を撃てと。父さんは、私に死ねというのでしょうか。若い大和武は泣きました。大和姫は伝説の剣を大和武に渡しました。これは、スサノオ様がヤマタノオロチを倒した時に見つけて、アマテラス様に献上した雨の村雲の剣です。あなたを守ってくれるでしょう。それから小さい袋も渡しました。困った時、この袋を開けなさい。きっと役に立ちます。大和武は雨の村雲の剣と小さい袋を持って東へ行きました。尾張の国へ行ったとき、大和武は美しい娘、宮津姫に会いました。二人はすぐ恋に落ちました。宮津姫、東の国の悪い者たちを倒したら、必ずここへ戻ります。その時、結婚しましょう。二人は婚約しました。それから大和武はさらに東へ進みました。相模の国へ行ったとき、相模の国の宮津子が言いました。私たちは大和に従ってもいいと思っていますが、近くの沼にいる神様が反対しています。どうぞあなたが神様を説得してください。わかりました。大和武は沼へ行きました。しかし、沼に神はいませんでした。国の宮津子の話は嘘でした。国の宮津子は大和武を草原に誘い込むと火をつけました。火に囲まれた大和武は困りました。そうだ、大和姫にもらった袋を開けましょう。袋を開けると、火打ち石がありました。大和武は雨の村雲の剣で草を切って、火打ち石で向かい火をつけました。火は国の宮津子を焼き滅ぼしました。この時から雨の村雲の剣は草薙の剣とも呼ばれます。大和武はさらに東へ進んで、大和に従わない人々をみんな説得しました。尾張の国まで戻ったとき、大和武は宮津姫と結婚しました。それから姫に草薙の剣を渡して言いました。
私は伊吹山の悪い神を倒しに行きます。今回はこの剣の力を借りません。自分の力だけで倒したいです。姫は心配しましたが、大和武は一人で伊吹山へ行きました。山のふもとで白いイノシシを見ました。とても大きいイノシシでした。お前は伊吹山の神の使いか？今は殺さない。山の神を倒した後で相手をしましょう。しかし、この大きくて白いイノシシは、神の使いではありませんでした。伊吹山の神自身でした。神は怒って、激しい雹を降らせました。大和武は、雹に打たれて気を失いました。大和武は怪我をして、とても弱くなりました。しかし、どうしても大和へ帰りたかったですから、杖をついて、ゆっくりゆっくり歩きました。私はいつも空を飛びたいと思っていました。でも今は歩くこともできません。とても疲れました。大和武は力尽きて倒れました。ああ、大和の方から雲が湧いている。美しい大和。もう一度見たかった。大和武は亡くなりました。その魂は白鳥になって空へ飛んでいきました。宮津姫のところに残された草薙の剣は、今でも尾張の熱田神宮に祀られています。